もし一言言い間違いをしただけで人が死んでしまうとしたら、2002年7月1日、ドイツバーデンビュルテンベルク州ユーバーリンゲン上空、夜9時を過ぎた頃、バキシール航空2937便の機内はスペインで開催される文化の祭典ユネスコフェスティバルに参加するロシアの学生たちで賑わっていました。友人との海外旅行に胸を躍らせる彼らを乗せ、順調に空路を進んでいた2937便。いえ、実はこの時すでに旅は順調とは呼べないものになりつつありました。同じ頃、付近を飛ぶ2937便の姿を確認し、眉を潜めていたのはベルギーへ向かう定期貨物便 DHL611 便の乗員たち。なんでこんなところに別の航空機がいるんですか。仕方ない、降下して避けるぞ。そう、お互いに管制官の指示に従っていたはずの両機はなぜかこのまま行けば衝突しかねないコースをそれぞれ飛んでいたんです。難を逃れるためやむを得ず降下を開始した611便。しかし次の瞬間、パイロットたちはさらに信じられない事態に直面するんです。なぜ向こうも降下しているんですか。このままじゃぶつかります。そう、611便が高度を下げたかと思うと、同じ高度を飛んでいた2937便もほぼ同時に降下を始めたんです。まるで導かれるかのように、あえて衝突するコースを飛ぶ両機。その原因は航空関係者のうっかりミスだったんです。まるで導かれるように衝突へ向かう2機の飛行機。乗員たちを恐怖のどん底に陥れた決して許されない言い間違いとは、ふとしたタイミングの失態は日々惰性で過ごしていたツケだったのかもしれません。おざっす、ケンちゃんです。今日も仮のスタジオです。はい。空を飛ぶ夢を見る人、向上心の現れらしいわよ。闇闇子です。ライト兄弟か。夢っていうのはあれよ。目標とかの夢とは違って、寝た時に夢見るって。聞きなさい話よ。ほら。というわけで本日ご紹介するのはドイツの上空で起こった飛行機事故について。関係者のね、ありえないうっかりミスが原因となり起こってしまったとんでもない事故なんです。自動車とかね、運転する時もなんか慣れた頃が一番うっかりミスとか言って危ないって言うじゃない。でも飛行機ぐらいも大勢乗っけてるやつではもう一回の失敗も許されないね。うっかりとか言ってられない運転よね。もうだって上空でなんかトラブル起こったら逃げれないですからね。事故の発生時、搭乗していたパイロットは管制の指示に従っていればまず起こることはない奇妙な事態に遭遇するんです。ドイツ上空を飛ぶ2機の飛行機、それらの間では一体何が起こっていたのか。いるはずのない機体。2002年7月1日、今回の舞台はドイツバーデンビュルテンベルク州ユーバーリンゲン上空。夜9時を過ぎた頃、バキシール航空2937便はスペインへと向かっていました。その機内で楽しげに談笑するのは、スペイン・バルセロナで開催される文化の祭典ユネスコフェスティバルへ招待された45人の小中学生たち。学力、芸術、運動、様々な分野で非常に優れた成績を持つ彼らにとって、この旅は選抜試験に合格したご褒美と呼べるものでした。楽しみ、早くスペインに着かないかな。パパとママにお土産を買って帰らなくっちゃ。本来この2日前にはスペインに到着しているはずだった子供たち。しかし彼らは旅行会社の手違いで飛行機を乗り過ごしてしまい、この2937便が急遽チャーターされることになったんです。子供の頃にね、友達と海外旅行行けるなんてめったにない楽しみなのに、この飛行機が事故に遭っちゃうわけでしょ。やるせないわね。実はこの飛行機ですね、旅行会社が急遽チャーターしたものだったんです。つまりね、本来この日に飛ぶ予定のものではなかったんです。それを考えるとね、運命っていうのがあるのかないのかはちょっとわかんないんですけどね、本当に奇妙なね、話でもあるんですよ。2937便がスペインを目指していたのと同じ頃、スイス上空を北へ向かって飛んでいたのはバーレーン発の定期貨物便 DHL611 便。この機体に搭乗していたのは機長と副操縦士の2人だけでした。今日は天気が良くて見晴らしもいいな。もう少し高度を上げようか。そうですね、管制に依頼します。そうやって何気なく管制官に上昇の許可を得た611便。機体はここから本来の指示よりも高い36000フィートへと上がっていくんです。それから8分後、なんだ、大変です。 T キャスが他の機の姿を捉えたようです。突如鳴り響いた空中衝突防止装置 T キャスの警報。そう、 DHL611 便はこのまま行けば2937便と衝突するコースを飛んでいたんです。なんで管制官の許可を取ったはずじゃない。なんでね、2機が衝突するコースになってしまったのかっていうところなんですけど、その前にね、今回の事件の肝となる装置の名前をね、おさらいしていきたいと思います。というわけで本日のメトラキーワード T キャスについて。
TCAS は航空機が空中で衝突する危険を避けるために開発された空中衝突防止装置。 TCAS は飛行中に電気信号を飛ばし、周辺を飛ぶ航空機からの応答によってその位置を把握しています。航空機の距離が近いと判断された場合には乗員への注意喚起、衝突の危険性があると判断された場合には回避操作が促されるようになっているんです。 TCAS は衝突の恐れがある約48秒前から対象の航空機の高度や方位のほか、上昇すべきか降下すべきかをディスプレイの表示と音声を通じてパイロットへ知らせます。そのため衝突寸前のコースを飛んでいても TCAS の指示に従えば機器を脱せるはずなのですが、 TCAS が警報を発して間もなく DHL611 便はその指示に従い機体を降下させ始めました。しかしその後も鳴り止まない警報。機長、なんか変です。どうして向こうも降下しているんですか？そう、611便が降下を開始すると、それに合わせてなぜか2937便も降下を開始。611便のコックピットからも2937便の明かりが目視できるほどに両機は接近していました。611便の乗員はすぐさま TCAS の指示通りに降下中であることを管制に連絡。しかしなぜ応答がないんだ？いくら管制へ連絡しても応答のない状況に焦りを募らせる乗員たち。次の瞬間、611便と2937便は衝突してしまったんです。611便の垂直尾翼は学生たちを乗せていた2937便の胴体を分断。2937便は空中分解しそのまま墜落。一方、垂直尾翼の 80% を失った611便も操縦不能に陥り7キロ飛行した末森林に墜落。両機とも生存者はおらず、この事故は計71名の死者を出す最悪の航空機事故となってしまったんです。本当にやるせない。だってフェスティバル楽しみにしてた子供たち全員死んじゃったってことでしょ。上空のね、10km 地点で空中分解したっていうことだったんで、もう自分がこの状況想像したのが恐ろしすぎて。そして気になるのはね、611便は TCAS に従って降下したはずなのになぜ衝突してしまったのかということなんです。管制室ではありえないうっかりミスが起こっていたんです。最悪の言い間違え。611便と2937便の衝突事故が発生した際、両機の管制を担当していたのはスイスの民間航空管制会社スカイガイド。同社は事故原因について次のように発表しました。今回の空中衝突事故の根本的な原因は管制官の指示にすぐに従わなかった2937便にあります。スカイガイド社は2937便が本来飛ぶはずではなかったチャーター機だったことや、乗員が今回の空路や英語での管制に不慣れだった可能性を指摘したんです。しかしロシア当局はスカイガイド社のその言い分を真っ向から否定。2937便はこれまでに何度もバルセロナ路線を飛んでいました。乗員は皆経験豊富なパイロットで、特に機長は経歴22年のベテランです。彼らに限って衝突事故に至るミスを犯すなどはありえません。そして何より2937便には最新型の TCAS が装備されており、事故の際611便と同様に警報が発せられていました。そう、実のところこの事故の全ての原因はスカイガイド社管制室のとある失態にあったんです。はあ、今夜も長丁場になりそうだな。じゃあジャック、交代の時間まで頼んだよ。そう言うと管制官は一緒に仕事をしていたジャックという男性の肩を叩き、一人仮眠室へと向かいます。ここからジャックは2937便と611便を含む空域の管制を一人で担当することに。実のところこの行為は管制業務上違反に当たるもの。しかし人手不足からスカイガイド社では長年の慣習となっており、上層部も黙認していたんです。おっと、こっちも見ておかないと。椅子を滑らせ管制室内をせわしなく移動するジャック。ジャックは611便と2937便ともう1機、計3機の便のレーダーを同時進行で確認する必要がありました。611便が高度上昇を願い出た際、2937便と接近することに気がつかず許可を出したのもジャックに余裕がなかったがゆえのことかもしれません。人の命を預かってるって意味で言えばよ、お医者さんも手術するときと一緒じゃない？お医者さん手術するとき携帯見ながらなんてする？しないでしょ。なんかそれと一緒よ。まあ、しないっすね、それは。上のね、人間が黙認していたらね、それがね、当たり前になっちゃうんですよね。この時点でね、ジャックのキャパシティ怪しかったんですけど、この日はさらに悪い条件が重なってしまっていたんです。ジャックが一人で管制を担当し、しばらくすると、よー、ジャック、これからメンテナンスに入るからよろしく頼むよ。ああ、わかった。何も問題ないよ。業務中のジャックに近寄ってきたのは、機器メンテナンスの作業員。実はこの日は、管制卓に搭載されている衝突警報装置のメンテナンスの日。作業が開始されたのは、衝突事故が起こる30分ほど前のことでした。そして訪れた午後9時35分。
大変だ。この5分ほど別便の管制に集中していたジャックは衝突の43秒前になって初めて611便と2937便の接近に気がつきます。そう、メンテナンスで管制卓の警報が機能していなかったため両機の接近に気がつくのが遅れてしまったんです。2937便フライトレベル350へ降下せよ。差し迫った事態に大慌てで2937便への指示を飛ばすジャック。しかし2937便は一向に応じようとはしません。2937便至急フライトレベル350へ降下せよ。応答願います。ジャックはそうやって何度となく指示を飛ばしましたが、実は彼のこの言葉が2937便の乗員たちを混乱させていたんです。なぜなら2937便の警報装置 T キャスはジャックの指示とは真逆の高度上昇を指示していたから。なんでそんなことになるんだって、2937便に対してジャックは下がってって言ってたのに、T キャス上がってって言ってた。そうなんです。なんでこの指示の食い違いっていうのが2937便の判断を遅らせてしまうことにつながってしまうんです。そしてね、これこそが両機の衝突の原因だったんです。両機が衝突する寸前、T キャスの警報が発していたのは2937便上昇、611便降下の指示。両機がそれぞれ指示に従っていれば衝突は回避できていたでしょう。しかし T キャスの指示に反し2937便へ何度となく降下を指示するジャック。その状況に2937便のパイロットはなかなか判断を下せずにいました。そして2937便フライトレベル350へ降下、2時方向から他の機が迫っています。ジャックが611便の接近方向を告げると2937便はようやく降下を開始。フライトレベル350への降下を開始しました。2937便からのその報告にほっと胸をなで下ろすジャックでしたが、この時同時に611便も降下を開始。変わらず同じ高度を飛び続けた両機は8秒後に衝突してしまうんです。2937便の乗員たちはジャックから他の機の接近を知らされた2時方向を凝視しており、自分たちの立たされた状況も理解していたはず。ではなぜあえて衝突するような動きを取ったのか。それは611便が実際は10時方向から接近していたから。ジャックが2時方向から接近と言い間違いをしたために2937便の乗員は真逆の方向を凝視していました。そのため乗員たちは衝突するまで611便の姿を一切確認できなかったんです。当初事故の原因は2937便のパイロットにあると指摘していたスカイガイド社ですが、調査の結果管制に不備があったことがすぐに発覚。こうして当日管制を担当していたジャックは辞職を余儀なくされるんです。彼の裁判結果は世間に公開されておらず、この他どのような処分が下されたかは定かではありません。そして大勢の命を預かる管制官にあるまじきジャックの失態は裁判で下された処分だけでは許されなかったんです。裁判で下された処分だけじゃ済まされないって、まだこれから何か処罰を受けるわけ？そうなんです。事故から1年半後、ジャックの前に予想だにし得ない来客が訪れるんです。恨みの代償。バキシール航空2937便と DHL611 便の衝突事故から1年半後の2004年2月24日、スイス・チューリッヒ郊外の自宅で家族団らんのひとときを過ごしていたその男性は、そう、ジャック。もう1年半になるのか。忙しすぎてあっという間だったな。ジャックにとって事故の後の1年半は気が休まる暇もないものだった。遺族の恨みを買うことを恐れた彼は、あれから名前も住所も変え、全くの別人として人生を歩むことに。そしてようやく新居での暮らしにも慣れ始めたこのタイミングで、その来客は突如現れた。おいジャック、いるのは分かってる。さっさと出てこい。外から聞こえたただならぬ怒号に慌てて庭先へ駆けつけるジャック。すると庭の中央では一人の見知らぬ男があぐらをかき、ジャックが出てくるのを待ち構えていた。そして男はジャックの姿を見るや否や、ゆっくりと腰を上げこう言った。謝れ。その言葉と同時に男が突き出したのは一枚の写真。そこには一人の女性と子供たちの姿が写されていた。そう、男は1年半前の航空機事故で妻と2人の子供を亡くしていた。そしてパパ、何してるの？男が尋ねてきた理由をジャックが察するのと同時に庭先へやってきたのはジャックの息子。ああ、すぐに戻るから家の中で待っていなさい。息子の姿を前にしたジャックはそう言うと男に向き直り、突きつけられた写真を投げ捨てた。帰ってくれ。警察を呼ぶぞ。次の瞬間、激高した男はジャックに向かい、何度もナイフを突き立てた。ジャックが刺された時、息子は母親に呼び戻され、すでに家の中。家族が異変に気がついたのは男が逃走した後のことでした。こうしてジャックは妻や子供たちに囲まれながら庭先でそのまま息を引き取ってしまうんです。ジャックを殺害した男はバキシール航空2937便と DHL611 便の事故で妻と10歳と4歳の子供2人を亡くしていました。一度に最愛の家族を3人も失った悲しみは計り知れず、事故の後ほとんどの時間を墓前で過ごしていた男。そうやって完全に意気消沈していた男が
がジャックを探し出す決意をしたのは妻と子供たちの一周期を過ぎた頃でした。あの管制官にあって妻と子供たちに詫びてもらおう。そこから男は私立探偵を雇い、ジャックの自宅を特定、家族の写真とナイフをポケットに忍ばせ、その家へ出向くことにしたんです。ジャックがこれ遺族の方に対してちゃんと謝罪してれば、こんなことにはならなかったのかもしれないってこと、ナイフをね、持ってるのはどうかと思うんですけれども、おっしゃる通りで、ジャックがね、もっとね、誠意を持ってね、遺族と向き合っていたらね、結果は変わっていたのかもしれないんです。結局ジャックを刺殺した男は殺人罪で有罪となりますが、家族を失ったことによる心神耗弱が認められ、懲役8年の判決に。最終的にはスイス最高裁が上訴を受理し、3年半の刑期でロシアへと帰国しています。管制官の指示ミスをきっかけにしたバキシール航空2937便と DHL611 便の衝突事故。しかし人員不足を理由にした社内のずさんな体制を踏まえると、問題は彼が言い間違いをするずっと前から始まっていたと言えます。少しぐらい大丈夫。その気の緩みが取り返しのつかない事態につながってしまう可能性があることは、多くの人にとって人事ではないはずです。